はいどうも、たんぼうです。今回はガラス瓶のいらない完全自動完全無限の蜂蜜ブロック製造機を作っていきたいと思います。特徴1、蜂蜜ブロックを作る際に出るガラス瓶を循環させることで完全自動で蜂蜜ブロックを入手可能。従来のようにガラス瓶を補充する必要はありません。特徴2、溜まった蜂蜜の回収、蜂蜜ブロックの作成、ガラス瓶の運搬の仕組みを1マス幅に横に並べても異常が出ないように設計しているので、同じものを並べるだけで好きなだけ拡張することが可能です。完全放置で蜂蜜ブロックを入手できるようになるので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。1列のみの材料になるので、作成する列分かけて計算してください。養蜂箱は蜂の巣で代用可能。境界は氷や青の氷でも大丈夫です。蜂は1列あたり5匹。タンパパは蜂の繁殖用なので、花であれば何でも OK。リードは蜂の移動に必要なら準備してください。一番下は装飾に使った材料の種類です。ここは好きな素材を使ってくださいね。装置のサイズは例えば4列の場合、横6、奥行き12、高さ 7.5。地面から下は3マスの深さが必要です。では作っていきましょう。今回の装置はチャンク内に収めて作るので、まずは X 軸、Z 軸が16で割り切れる場所を探して石レンガを埋めたら T の模様になるように方角を変えます。この時の状態がチャンクの左上の角にいる状態になるので、ここから2、3、4、15、16、今度はこちらに2、3、4、15、16と置きます。あとはこれを基準に四角く掘っていって、目印のために丸石を埋めていきましょう。次は装置の置き場所を決めます。回路部分が10マスになるので、回路が手前と奥のチャンクの境目をまたがないように設置すれば OK です。今回は手前寄りのこの位置に配置しますね。また装置の向きは必ず南向きとなります。方角を間違えると正しく動かないので、よく注意してくださいね。ではまずは方角を確認。石レンガを見ると T の文字になっていて、現在プレイヤーは北を向いている状態です。この向きのまま、まずはチャンク手前の中央あたりから置いていきます。この辺りの地面を掘って開花したツツジの葉っぱを4つこのように置いて、今回は4列のタイプを作っていきたいと思うので、追加で3列同じように置いていきましょう。次は開花したツツジの葉っぱの奥を横4、奥行き6、深さ3で掘り下げていきます。掘る位置はここからですね。ここから3マスの深さで奥へ6マス掘っていきます。あとは同じように横も掘っていきましょう。では視点を変更して、ここからは回路を置いていきましょう。次は不透過ブロック、養蜂箱、ディスペンサーをこのように設置します。養蜂箱の向きはこちら、ディスペンサーの向きはこちらです。向きに注意してください。まずは不透過ブロックを開花したツツジの葉っぱの背面と、さらにその上にも設置。次にこちら側からこの位置に養蜂箱をポン。穴がこちらにあるのを確認しておきます。次は養蜂箱の上に不透過ブロックを1、2、3と置いて、一番下を壊したら、ここから上を見上げながらディスペンサーを下向きに設置してください。次はガラス、マトブロック、クラフターをこのように設置します。クラフターの向きはこちらです。まずはここからガラスをポンポンポンと置いて、マトブロックはこのようにジグザグに設置したら、こちら側からマトブロックの上にクラフターを設置。顔がこちらを向いているのを確認しておきましょう。次はホッパー、樽をこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に横向きホッパー、向きはこちら。次はホッパーの上に樽を置いて、樽の側面に横向きホッパーを設置。向きを確認しましょう。次は回路です。コンパレーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのガラスの上にコンパレーターをポン。向きはこちらですね。次はダストをこことこことここに設置してください。次はホッパー、不透過ブロック、ガラスをこのように設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこのディスペンサーの背面に向けてホッパー、向きは横向きですね。そのホッパーの上に下向きホッパーをポン。向きはこちらです。次は樽の上に不透過ブロック、その上にガラスをポンポンポンとこのように置いたら、この位置のガラスは壊してください。次は回路です。コンパレーター、ラストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、向きに注意してください。まずはこの位置のホッパーの上にこの向きで設置、向きを確認します。次にダストをこの不透過ブロックの上からポンポンポンと置いたら、この位置にこの向きでコンパレーターを設置、向きを確認しましょう。次は不透過ブロック、レッドストーンランプをこのように設置します。まずはこの位置から不透過ブロックを1、2、3、4とこのように置いたら、この位置は壊します。次にレッドストーンランプをこの位置に取り付けてください。次は回路です。ダスト、リピーターをこのように設置します。
まずはこの不透過ブロックの上からダストを1、2、3と置いたら、この位置にこの向きでリピーターをポン。向きはこちらになります。次はドロッパー6個とホッパーをこのように設置します。ドロッパーの向きは上向き、ホッパーの向きはこちらです。まずは地面から1マス下のこの位置からドロッパーを1、2、3、4、5、6と上向きに設置したら、一番下のドロッパーの側面に向けてホッパーをポン。向きはこちらです。次はドロッパー、ホッパーをこのように設置します。ドロッパーの向きはこちら、ホッパーの向きはこちらです。まずはこのダストに向けてドロッパーをポン。顔の向きはこちらになります。次はこちら側に回ってドロッパーの背面からホッパーを1、2、3個このように横向きに設置してください。次はガラス、オブザーバー、不透過ブロック、ダスト、階段ブロックをこのように設置します。まずはこのダストの上にガラスを設置。一旦仮ブロックをガラスの上に置いたら、こちら側からオブザーバーをポンポンポンと置いて不透過ブロックをここに設置。オブザーバーの上の三角マークがこのようになっているのを確認しましょう。次は仮ブロックを壊してガラスの上にダストを設置。最後にこの位置にこの向きで階段ブロックをポン。このような形で置けていれば OK です。次はオブザーバーを3つこのように設置します。まずはこちらから樽の側面に向けてオブザーバーをポンポン。オブザーバーの上のマークがこのようになっていれば OK です。次はこちらからダストに向けてオブザーバーを設置。置きにくい場合は下に仮ブロックを置いてから設置してくださいね。置けたら上のマークがこのようになっているのを確認しておきましょう。次はガラス瓶と蜂蜜入り瓶を入れていきます。まずはこのディスペンサーを開いて中にガラス瓶を9スタック入れます。次はこのクラフターを開いてこのように5箇所スロットを無効化したら蜂蜜入り瓶を4スタック入れましょう。次はクラフターの左のホッパーを開いて蜂蜜入り瓶を11個入れてください。次はこの一番下のドロッパーを開いて中にガラス瓶を9スタック入れます。最後にドロッパーの左のホッパーを開いて右4スロットにはガラス瓶を1スタックずつ入れて一番左のスロットにはガラス瓶を30個入れてください。これで1列分の装置の仕組みは完成。次は動作チェックと装置の仕組みについて解説していきます。ではまずは蜂蜜入り瓶が横から出てこないようにディスペンサーの左右にこのように仮ブロックを設置したら蜂を3匹ほど連れてきます。今回はスポーンエッグで3体紹介しますね。蜂が開花したツツジの葉っぱから蜜を集めて養蜂箱に入り、その後養蜂箱から出てきたタイミングで養蜂箱に蜜が溜まります。蜂が養蜂箱から出てくるまで時間がかかるので、ここからは待機時間をカットしつつ装置の仕組みも解説していきますね。ではディスペンサー、ホッパー、クラフター、ドロッパーの中身を表示。現在はこの状態ですね。ダストに信号が伝わっている部分は黄色く線を引いておきます。ではこの状態から蜂が1匹出てくると養蜂箱に蜜が1段階まで溜まり、コンパレーターから信号強度1の信号が出力。信号はここまで届きます。次の蜂が出てくると養蜂箱に蜜が2段階まで溜まり、コンパレーターから信号強度2の信号が出力。信号がここまで届きます。この時このオブザーバーが反応し、後ろの3つのドロッパーに信号を伝えますが、アイテムの移動には関わりません。アイテムの移動に関わらないオブザーバーの動きについては今後の解説は省きますね。次の蜂が出てくると養蜂箱に蜜が3段階まで溜まり、コンパレーターから信号強度3の信号が出力。信号がここまで届きます。次の蜂が出てくると養蜂箱に蜜が4段階まで溜まり、コンパレーターから信号強度4の信号が出力。信号がここまで届きます。次の蜂が出てくると養蜂箱に蜜が最大の5段階まで溜まり、コンパレーターから信号強度5の信号が出力。ランプが光り、リピーターから不透過ブロックに信号が伝わり、不透過ブロックの下にあるディスペンサーが動作。養蜂箱から蜜を回収しますが、蜂蜜入り瓶はディスペンサーに戻れないため外へ出されます。この時ディスペンサーの周囲で透過ブロックはホッパーだけなので、行き場を失った蜂蜜入り瓶はホッパー側に押し出されて落下し、このホッパーで回収され、樽を経由してこのホッパーに入ります。ここで樽を経由する際にオブザーバーが検知して、この3箇所のドロッパーが動作。一番下のガラス瓶が1つ上のドロッパーへ移動します。そしてガラス瓶が減った分、隣のホッパーからガラス瓶が移動。次にホッパーの中にある蜂蜜入り瓶が12個になるので、信号強度3の信号が出力され、クラフターが動作。ガラス瓶4つと蜂蜜ブロックが吐き出されます。この時ホッパー内のスロットはガラスで埋まっているので、ガラス4つだけが移動し、蜂蜜ブロックは外へ出されてこのように下へ落ちます。次にクラフターの中の蜂蜜入り瓶が4個減ったので、左のホッパーから蜂蜜入り瓶が4つ移動。信号強度が2に戻ります。1巡目はこのようになります。では2巡目です。1
1段階、2段階、3段階、4段階、5段階目で蜂蜜入り瓶が出てきて、樽を経由する際にオブザーバーが反応し、ガラス瓶の位置がこのように移動。そしてガラス瓶が減った分、隣のホッパーからガラス瓶が移動。このホッパーの中の蜂蜜入り瓶は9個になります。次は3巡目、1段階、2段階目、ここでオブザーバーが反応し、ガラス瓶がこのように移動します。3段階目、ここでもオブザーバーが反応し、ガラス瓶がこのように移動します。4段階目、5段階目、ここでこのオブザーバーが反応し、不透過ブロック経由でこのドロッパーが動作。ガラス瓶が階段に当たって落下し、真下のホッパーで回収されてディスペンサーへ向かいます。蜂蜜入り瓶は樽を経由してこのホッパーへ移動。この時樽を経由するのでオブザーバーが反応し、ドロッパーを動かすのでガラス瓶はこのように移動します。そしてガラス瓶が減った分、隣のホッパーからガラス瓶が移動。ホッパー内の蜂蜜入り瓶は10個になります。あとはこれが繰り返されて蜂蜜入り瓶が作られ、ガラス瓶が循環し、蜂蜜ブロックが作られていく流れになります。動作チェックと装置の仕組みについては以上です。ここからは同じ仕組みを横に並べて4列にして、蜂蜜ブロックの回収経路を作っていきましょう。では動作チェック用に置いていた仮ブロックは撤去して、回路設置後下に潜れるようにこの位置を深さ3で2マス掘っておきます。掘る位置はここから1、2マス目のここから、深さ3で2マスこのように掘ってください。次はこれまで置いた回路を見ながら全く同じものを横に3列追加していきます。それぞれの位置や向きなど十分注意しながら慎重に置いていってくださいね。はい、 OK。 回路が置けたら追加した3列の回路にガラス瓶と蜂蜜入り瓶をセットしていきます。まずはここからこのディスペンサーを開き、ガラス瓶を9スタック入れます。残りも同じように入れていってください。次はここから下に潜ってクラフターを開いて、スロット5箇所をこのように無効化して蜂蜜入り瓶を4スタック入れます。同じ要領で他のクラフターにも入れていってください。次はこの位置を掘って下へ潜ったら、それぞれのホッパーの中に蜂蜜入り瓶を11個入れていきましょう。入れ終わったら穴は塞いで OK です。次はここから潜って一番下のドロッパーを開いてガラス瓶を9スタック入れます。残りも同じ要領で入れていきましょう。次はこちらのホッパーですね。こちらは右4つのスロットにはガラス瓶を1スタックずつ入れて、一番左はガラス瓶を30個、残りも同じように入れていきましょう。はい、 OK。 次は蜂蜜ブロックの回収経路です。まずはこのように水路を作り、チェスト、ホッパーで回収できるようにしていきます。ではここから潜ったら的ブロックの下を仮ブロックでこのように埋めて、ドロッパーの下もこのように仮ブロックで埋めていってください。次はこのようにブロックを置いて1マス高くして奥から水を流します。次はここから深さ2マスで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と掘って、次はこちらへ 1,2,3,4 マス掘ります。するとこの位置まで掘ることになりますね。あとはこことこことここをさらに掘ってラージテストとホッパーを設置。最後に氷塊とボタンを使って水流を延長していきましょう。はい、これで蜂蜜ブロックの回収経路は OK。 次は穴を埋めてトラップタワーを設置し、チャンク確認用に置いていた石レンガや丸石を撤去します。まずはここからこんな感じで穴を埋めていき、チェストの上はこのようにトラップドアを2つ設置してアクセスできるようにしておきます。あとはチャンク確認用に置いていた石レンガや丸石を撤去して戻していってください。はい、これで装置の仕組みは完成です。では装飾をしていきます。参考程度にご覧ください。まずは前面下付近を整えつつ蜂が出られないようにしていきます。側面は一部板ガラスを使って窓をつけておきました。背面はコンクリートと板ガラスを置いていきます。ここは立体感が欲しかったので階段を使いました。上部はアクセントに赤い砂岩の塀、板ガラス、葉っぱを置いて、屋根は下付けハーフブロックでモンスターが湧かないようにしておきます。
次は中に入って花を与えて蜂を繁殖させていきます。1列あたり5匹にすると効率がいいので、今回は20匹程度まで増やしていきます。養蜂箱に入っていて数を数えづらい場合は、夜間になるのを待って養蜂箱の外に列の数 ×2 の蜂がいれば OK です。今回は4列なので8匹程度外にいる状態になりますね。今回はこんな感じです。皆さんも自由に装飾してみてくださいね。はい、今回はガラス瓶のいらない完全自動完全無限の蜂蜜ブロック製造機を紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。